こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今日は N3 レベルの言葉を使いながらゆっくり読んでいきます。あなたからの感想のコメントをお待ちしています。それではゆっくりお聞きください。ヘンゼルとグレーテル。昔、昔、ある森の近くに貧しい木こりの家族が住んでいました。その頃、世の中は食べ物がなくて、とても苦しい時代でした。家族には明日食べるパンさえありません。お母さんはお父さんに言いました。このままでは家族みんなが生きていけない。明日子供たちを森の奥へ連れて行き、そこに置いてきましょう。お父さんは反対しました。しかし、お母さんに強く言われ、言うことを聞くしかありませんでした。隣の部屋でこれを聞いていたヘンゼルはグレーテルを励ましました。泣かなくてもいいよ。僕にいい考えがあるから。次の日の朝、家族は森へ出かけました。ヘンゼルはポケットに入れていた白い石を道に一つずつ落としていきました。森の奥に着くと、両親は火を焚き、ここで待っていなさい、と言って去って行きました。夜になり、月が昇りました。
月の光に照らされた白い石が道しるべのように光っています。二人はその石のおかげで家に帰ることができました。しかし、数日後、また食べ物がなくなりました。お母さんは再び子供たちを捨てる計画を立てました。今度はドアに鍵をかけられたので、ヘンゼルは石を拾いに行くことができません。代わりにヘンゼルは一切れのパンを持ちました。そしてパンのくずを少しずつ落としながら歩きました。ところが夜になって月が出ても道はどこにも見当たりません。森の鳥たちがパンのくずを食べてしまったのです。二人は森の中で迷ってしまいました。何日も歩きましたが、家に帰れません。二人は疲れ果てていました。その時です。目の前に信じられないような光景が広がりました。それは屋根がチョコレート、壁がケーキ、窓が砂糖でできたお菓子の家でした。お腹が空いていた二人は夢中でその家を食べ始めました。すると一人のおばあさんが出てきました。おやおや、かわいいお客さんだね。休みなさい。
おばあさんは優しそうに見えました。しかし、実は魔女でした。次の日からヘンゼルは檻に閉じ込められました。魔女はヘンゼルを太らせてから食べようと考えたのです。グレーテルは毎日働かされていました。ある日、魔女はもう待てないと言ってかまどに火をつけました。グレーテル、中が熱いか確かめておくれ。魔女はグレーテルをかまどの中に入れようとしました。しかし、グレーテルはそのことに気づいていました。どうやって確かめればいいのかわからないわ。魔女はイライラして言いました。こうやるんだよ。魔女がかまどを覗き込んだその時です。グレーテルは力いっぱい魔女をかまどの中へ突き飛ばしました。そしてすぐに扉を閉めました。二人は魔女の家にあった宝石を持って森を走りました。やがて見覚えのある景色が見えてきました。ようやく自分たちの家に帰ることができました。家ではお父さんが一人で泣いていました。お父さんは二人を抱きしめて何度も謝りました。その後、家族は食べ物に困ることはありませんでした。三人はいつまでも幸せに暮らしました。
おしまい。どんなに苦しい状況でも諦めずに知恵を使えば必ず道は開ける。そんな勇気をもらえるお話でしたね。さて、クイズです。2回目に森へ行ったとき、2人はどうして家に帰ることができなくなってしまったのでしょうか。正解はコメント欄にあります。おやすみなさい。いい夢を。